はい、よろしくお願いします。今日はめんつゆで簡単に作れるナスとピーマンが主役の揚げ浸しを作っていきたいと思います。なんかね、夏の終わりとか秋のこのくらいの時期ですかね、ぜひ作っていただきたい一品になっております。でね、ちょっとナスのね、今回ちょっとお話もしようかなと思っています。さあ、でナスなんですけど、早速よいしょ切っていきます。でナスは意外とこれ先端の部分に美味しさがねあるので、結構この辺で切っちゃう人もいるんですけど、できるだけ短く切ってあげると良いです。でこのガの部分がねちょっとトゲトゲしていたりとかね、あと身がちょっとぷっくりしていて、でこんな感じでツヤがねあるようなやつの方がナスは美味しいです。なのでスーパーでね選ぶときに、ちょっとしなっとしてるやつよりはちょっと大きいやつをおすすめしてます。それで乱切りにしていきます。乱切りはですね、切って回して切って回してみたいな、特にあんまりルールはないんですけど、こうすることによって、いろんな面がたくさんできるので、火通りがね良くなったりします。ちょっと意識してほしいのが、できるだけ大きさをね揃えてあげてほしくて、だからちっちゃいのと大きいのが出ると結構火通りに差が出るので、大きさをある程度揃えて切っています。ピーマン切っていきます。でピーマンね、よくシロさんがよく切ってるんですけど、ここの部分をできるだけね薄く切ってあげます。そうするとこの部分ね食べれるので、ぜひ食べてください。でこれでぐるぐるっとこうやってね回して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 こうやってやるときれいに取れます。でシロさん種を出したから僕はもうめんどくさいので出してやります。なのでこの辺でねしっかりグッと切ってあげて、ここね後ろ側からグッと押すとこれだけ取れるので、ここはぜひ食べれるので、可食部なのでぜひ食べてください。だいたいこの辺は3等分ぐらいかなにしてあげますと。はい、このぐらい。それでだいぶ結構好みによるんですけど、僕は割と炒めるとねちょっとピーマン気持ちちっちゃくなるので、ちょっと大きめにこのくらいかな大きさで切ってます。でちょっとえぐみとかね気になる方はこの白い綿の部分ですかね、ここをね身に沿るようにスーッと切ってあげると割と食べやすくはなります。で僕はあんまり気にしないのでこのままいっちゃってます。はい、それでじゃあさて続いてですね、早速ナスを揚げていきたいと思います。よいしょ。でナスねなかなか色が変色しちゃってみたいな結構相談をいただくんですけど、ちゃんとね高温の油で揚げてください。なのでベストはちょっと多めの油でしっかり揚げてあげるのがいいんだけど、なかなかねちょっと家庭だと大変なので、ちょっとフライパンで全体が浸るぐらいの量にして、でしっかり温めてから揚げます。なのでそうするとね高温でしっかり揚げてあげると色止めできるので、ちゃんと紫色をね残しながら美味しい揚げ浸しを作ることができます。でちなみにナス水につけてかなのでつけてアク抜きをした方がいいんですかみたいなこといただくんですけど、意外とすぐ炒めるんだったら全然問題はないかなと思います。ちょっとね調理に時間がかかるとかいう場合は水につけといてあげてアクを抜いてあげると変色も防げるのでおすすめです。さあ温まってきたかな。でね、皮の方からね揚げてあげることで変色もね少しは防ぐことができるので、内側から揚げてます。はい、よいしょ。
しっかりこう入れた瞬間にこうじゅわじゅわっというぐらいの温度にしてあげて、大体温度的に IH 内180度ぐらいに設定してます。でね、結構ねナスなんですけど、中の成分が水分がね割合が多いので、結構水溶性のねなんだっけな、ナスリンだったかなっていうなんか栄養素がこう溶け出たりとかするんですけど、一回油で溶けてコーティングしてあげると、そこをね栄養の流出を防げたりするので、結構揚げ焼きが揚げたり油とのね相性がすごくいいと言われてます。よしよし、こんな感じでしょうか。はい。でしっかり開ける。よいしょ。はい。こんな感じでしっかり揚げていきます。でね、ちょっとまた重ねてになっちゃうんですけど、揚げるときは必ず熱い油に入れてください。熱い方が美味しく仕上がるしね、色も良いので、いい感じですね。こんな感じで皮がねちょっとこう柔らかくこうなってきたかなぐらいで、こうちょっとこう回してひっくり返して全体的にね揚がるようにしていきます。ちょっとこう揚げ焼きみたいな形なので、多めの油だったらねそのまま入れちゃって全体が揚がるんですけど、油も少ないのでこうやってねひっくり返してあげたりして全体にねしっかり火を入れていきます。ちょっとこうやってね焼き色がね少しずつ全体的についてくるので、その辺をちょっと様子見ながらひっくり返しながら全体的に入れていきます。ある程度こうちょっとねぷっくり少しずつねしてくるので、そのくらいになってきたらちょうど揚げ時かな。揚げていきます。よいしょ。 OK。 そしたらこのまま残りのピーマンも揚げていきます。よいしょ。ピーマンもね高温で揚げていきます。揚げる時のちょっとしたコツなんですけど、大きめのこう空気かな、これ水分かな、ここ出てる時からもうちょっとねちっちゃく細かくなってくるので、そしたらちょうど揚げ時かなってところです。なのでもうちょっと揚げます。はい、じゃあ取り出しましょう。よいしょ。はい、よいしょ。よし、はい。そしたらちょっと今回ね生姜をすりおろしていくんですけど、生姜をね入れることですごく食べやすくなります。香りがね良い感じになります。でちょっと僕もこれ知らなかったんですけど、シロさんが教えてくれて、よいしょ、これぐらいかな。ちょっと多めに僕生姜好きなので入れるんですけど、アルミホイルのここをくしゃくしゃってやって、ここをなんかこうこれでガシャガシャやると皮がすごい薄く取れるんですよね。なので、結構厚めにね、切ったりすることも多いんですけど、これでこうガシャガシャやるとほらすごい薄皮しっかりこう取れます。すりおろしていきます。はい、全然うまくできないのできたできた。はい、じゃあ油をね一通りこう落ちたので、こういうなんか保存に向いてる、作り置きとかでね便利なホーローみたいなのがあるので、これ入れていきます。はい、OK。 よし。さあそれで、生姜入れてと。はい、で今回ね味付けはめんつゆだけでいきます。めんつゆね僕らは結構2倍濃縮よく使うかな。で結構かつおのね香りが僕は好きなので、これ 200ml なので100、よいしょ、入れます。それでお水、これだな。よし、入れます。そしたらあれだな、こっちにもったいない。よし、OK、 完璧。あとちょっとね30秒ぐらいかな、置いておきましょう。はい、これで一通り完成です。じゃあちょっとこれ放置。はい、ってことでおろしていきます。もう
最後もう手を怪我すの嫌だから僕は最後食べますいつもOK 大根おろし完成。せっかくなので30分ぐらい置いてみようと思います。さあということで30分ぐらい経ったので冷蔵庫から出してみたいと思います。じゃん、こんな感じでよいしょ。いい感じに使ってますね。良いですね。結構こういう揚げ浸しを持ったりする僕らがすごい好きな器で、信楽焼の文五郎さんっていうところの器です。ちょっとねこう盛り付けるときにねこう真ん中からねこうちょっとずつ持ってみて、こう少しずつこう高さ出すようにね持ってあげると美味しそうに仕上がります。こんな感じでしょうか。でね、余ったらこのままねつけておいて翌朝にちょっと食べるとか良いかなと思います。さあそれでねこのさっき絞った大根おろし、これもね一緒にちょっと水分軽く切ってます。でのっけます。よしドン。最高でちょっとこれをかけるとちょっとはい完璧はい完璧。いただきたいと思います。いただきます。意外とすぐ揚げるだけでねできるのでぜひやってみてください。うまっ。最高だなこれ。めちゃめちゃ美味しい。しっかりねナスが揚がってるのでよくねめんつゆのね出汁がすごくなんか染み込んでてすごく美味しく仕上がってます。でピーマンもねしっかりね揚がってるのででもちゃんと食感もしっかり残ってて美味しく仕上がってます。ピーマンも甘い。最高だ。なんかちなみに僕の好きな焼酎で一番橋っていう焼酎で黒糖の焼酎で一番橋っていうちょっと癖があるやつなんですけど一番好きなのでもしよかったらチェックして飲んでみてください。めちゃめちゃ美味しいです。これ大体2日ぐらいかな。ちょっと多めに作って結構ナスとかピーマンお得用でね5個とか6個入ってて今の時期秋口ぐらいまでかな売ってたりするのでぜひちょっと多めに買って大量に作ってもいいかと思います。でちなみになんかこのまま大根をね一緒につけちゃっても大丈夫です。なんかこの大根おろしだけどもったいないなってなっちゃうと思うのでこのままつけといてもうみぞれ揚げ浸しにみたいな感じでもこのままでも OK です。はい、こんな感じでしょうか。ということで今回めんつゆでできるナスとピーマンの揚げ浸しを作りました。でねちょっと改めて振り返ってみるとナスはねだいたい大きさは揃えて乱切りに切ってます。でちゃんと油でね揚げるときはしっかり油を温めてから皮の方から焼いてます。でピーマンもねしっかりこう焼いているんですけどちょっと揚げ始めの頃って結構大きめの泡が出るんですけど徐々にねこうちっちゃくなってくる。ちっちゃくなってそろそろいいかなちょっとこう焼き色がついてきたぐらいかなってところが揚げ時です。でそのままつけて30分ぐらいつけてあげると味がよく染みるので美味しく仕上がります。ということでもしよかったら作ってみてください。ではではありがとうございました。